前回の動画では、リゾルブをインストールしたんだったね。そうだね。今回はリゾルブを実際に使いながら快適に作業できる状態まで整えていくよ。じゃあまず、スタートメニューを見てみるね。あ、スタートメニューにリゾルブのショートカットがたくさん追加されているね。あれ、クリックしてもリゾルブが起動しないよ。デスクトップに作成して、もう一度起動してみるね。起動しないみたい。実は、これらのショートカットは 22.04 ライブラリを読み込めないから起動できないんだ。そうだったね。前回は 22.04 ライブラリを指定して、それから起動していたんだったね。ということは、毎回ターミナルから起動しないといけないの？それは面倒だよ。大丈夫。ちゃんと解決できる方法があるから安心してね。それは楽しみだね。じゃあ、早速始めていくね。やることは2つだけだよ。まず、22.04 ライブラリに対応した起動スクリプトを作るよ。次に、そのスクリプトを呼び出すショートカットを作れば完成だよ。じゃあ、起動スクリプトから作り始めればいいんだね。そう、適当なディレクトリに起動用のスクリプトを作るよ。システムより先に 22.04 ライブラリを読み込むようにするからね。それって、前回ターミナルで実行していた内容だね。そのまま書けばいいのかな？そうだね。そして、リゾルブのディレクトリに移動してから、リゾルブ本体を起動するよ。カレントディレクトリに移動して、それから起動しているんだね。だけど、スラオプとスラリゾルブって感じでフルパスで指定しちゃダメなの？カレントディレクトリから実行した方が、よりプログラムが安定するんだよ。じゃあ、ディレクトリへ移動してから起動だね。これでいいね。そうだね。じゃあ、スクリプトの動作確認をするね。画面のコマンドを実行してね。実行。あ、起動したよ。よし、大丈夫そうだね。それでは、このスクリプトをランチャーとして起動できるように、実行権限を追加するよ。実行権限を追加すれば、バッシュってつけなくても、スクリプトを直接呼び出せるようになるんだね。そうだよ。権限をつけたら、スクリプトをリゾルブのインストールディレクトリにコピーするよ。コピーしたよ。起動スクリプトが完成したら、次はショートカットの作成だね。スタートメニューを右クリックして、メニューを編集をクリックしてね。そしたら、サウンドとビデオカテゴリーを選んで、新しいアイテムを作成するよ。名前を、リゾルブ 20.3 としたよ。コマンドには、さっき作った起動スクリプトのパスを指定すればいいんだね。そうだね。起動スクリプトは、ランリゾルブという名前だったね。見つけたよ。そして、リゾルブ用のアイコンが、スラオプとスラリゾルブのグラフィクスの中にあるから、それを選択してね。これでいいかな？あ、おなじみのリゾルブのアイコンになったよ。設定が終わったから、スタートメニューを見てみるね。あ、無事に追加されたね。最後に、そのアイコンを右クリックして、デスクトップに追加を選べば完了だよ。じゃあ、デスクトップのアイコンをダブルクリックしてみるね。おお、ちゃんと起動したよ。これで、ショートカットの作成は完了だよ。それじゃあ、動作確認も兼ねて、リゾルブを使っていくね。じゃあ、こちらの MP4 形式の動画をドロップしてみるよ。あれ、サムネイルが表示されないよ。動画も再生されないね。実は Windows 版と違って、Linux の無料版リゾルブは MP4 形式を扱えないんだ。それは困るよ。ここでは FFmpeg というツールを使って MOV 形式に変換するよ。sudo apt とインストール FFmpeg。sudo apt とインストール FFmpeg。インストールできたよ。じゃあまず FFprove を使って
さっき開けなかった動画の情報を確認してみよう。H264 っていう文字が見つかったよ。H264 形式はリゾルブで扱えないから変換する必要があるんだ。じゃあ、FFmpeg を使って MOV 形式に変換すればいいんだね。そうだね。画面のコマンドを実行してね。じゃあ、変換が終わったから、この MOV ファイルをリゾルブにドロップするよ。あ、今度はちゃんとサムネイルが表示されたね。うん、再生も大丈夫だよ。これで動画編集をする準備が整ったね。じゃあ、リゾルブのいろいろなページを少し見ていくね。エディットやフュージョンといったいろんなページが並んでいるね。カラーグレーディングを行うカラーページもあるね。どうやら良さそうだね。じゃあ、最後にテキストテロップを作ってみるね。あれ？日本語入力できないみたい。これは IME がうまく機能していないようだね。テキストプラスも試してみたけど、こっちも日本語入力できないね。ここで入力欄が日本語表示に対応しているか試してみるね。日本語テキストをコピーすればいいんだね。あれ？入力欄は日本語表示されたけど、画面の方は文字化けしちゃったよ。それは日本語フォントを選ぶだけで治るよ。あ、ちゃんと日本語が表示されたよ。ということは、日本語表示には対応しているんだね。そうだね。表示はできているから、問題は IME からの入力にありそうだね。実はリゾルブは、Qt で作られているの。そして、Qt 用の Fitex5 プラグインというものがあって、これをリゾルブで使えるようにしてあげると、日本語入力できるようになるの。あ、ちゃんと日本語入力できるんだね。それなら安心だよ。じゃあ、早速その具体的な手順を進めていくね。まず、Qt 用の Fitex5 プラグインがあるか確認するよ。libfitex5 から始まる名前のライブラリが見つかったよ。次に、Fitex5 プラグインを配置するディレクトリを作成するよ。ディレクトリを作成したよ。ディレクトリの準備ができたら、Qt 用の Fitex5 プラグインをコピーするね。うん、コピーしたよ。じゃあ、もう一度リゾルブを起動してみるね。あ、日本語が入力できるよ。ちゃんと IME が機能するようになったね。念のため、少しだけ起動スクリプトを見直しておくね。起動スクリプトに入力メソッドに関する記述を追加しておくよ。この環境変数は見覚えがあるよ。そうなの。これは日本語入力設定の動画で紹介したものと同じなの。これを起動スクリプトのランリゾルブに追加するからね。これで、日本語入力周りの設定も完了だね。そうね。これでリゾルブを使うための準備はすべて整ったよ。今回は、最初にデスクトップショートカットを作ったんだったね。そして、MP4 の変換もできるようになって、IME の問題も解決したんだったね。そうだったね。前回今回とインストールから IME の修正までちょっと大変だったかもしれないね。でもこれでリゾルブという動画制作環境が整ったからね。日本語入力できないときは、ちょっと困ったなって思ってたんだけど、解決できてよかったよ。あとは、今後のアップデートで MP4 の読み込みができるようになると嬉しいな。
そうすればもっと使いやすくなりそうだね。今回のまとめはこちらになります。最後まで見てくれてありがとう。お疲れ様でした。